たらずです。今日はね、古臭いナビを一新プロジェクト第4弾だね。ナビ4弾。ナビの配線を丁寧にやったら、果たしてこんもりがなくなるのだろうかってやつの第4弾ですね。4日目かな。ミラーの加工もあったんで、それも合わせて4日目ってことになります。配線関係は3日目かな。これね、この間間違って買ったビートソニック。マルチをつけるときは、このビートソニックがないと、マルチを活かして、マルチのアンプをね、活かしてね、つけれないの。これ間違って買ったらさ。で、またこれ買ったらね、これ新品だった。ラッキーと思って。中古と思って買ったらさ、新品でした。でね、見たらね、トランクにつけるっぽいね。トランクにマルチのユニットと、アンプがあるんで、JBL の純正アンプがあるんで、そこにつけるみたい。じゃあ合わねえよね、最初から。最初からそもそも間違えてた俺。いいか。新しい新品が来たから。で、これトランクからやるってこれね、説明書なかったら絶対わかんないね。わかんなかったと思う。これマルチがついてない車だと、前からね、普通にできるらしいんだけどね。ここらしい。マジかよと思って汚ねえんだよね。古いからね、汚いよね。仕方ないね。で、上がナビのユニットだね。で、下がアンプ。で、そのアンプにビートソニックをかませて、で、ビートソニックからスピーカー線をね、前に持ってかなきゃダメみたい。だからあんな配線長いんだ。でね、掃除しながらやりましょう。長年のね、塵やホコリ取ってあげましょう。全然落ちなかったけど。で、ほら、すげえ長いじゃん。すごい長かったもん。で、あれがね、ビートソニックですね。なんだっけ、MVA32 だっけな。そんな感じ。で、そのビートソニックをアンプにこう、かましてあげる。コネクタを使ってかましてあげるって感じかな。で、スピーカー線を前に持っていくんでね、スピーカー線、ここからまだシートのところはね、レアシートのところ、まだ取ってね、引き込んであげます。すげえ長かった、これ。それで、アンテナ線もね、実はここのナビユニットのところにあるんで、その配線もついてました。それもね、一緒に通してあげましょう。それも後ろのとこから引き込むんだね。純正ユニット結構めんどくさいね、やっぱりね。古くなるとやっぱマルチはね、邪魔になってくるよね。時代とともに古くなっていくから仕方ないんだけどね。出た当初は画期的なね、ナビだったのに、今となっては骨董品だよね。どんどん配線通していってあげます。で、スカーフプレートのなんていうんだ、フロアの内側に配線が通ってるところあるんで、そこを通してあげます。金具とかね、噛まないようにしてあげましょう。金具ね、これスピーカー線なんで、金具噛ませたりするとね、ショートするとナビ壊しますから。俺たち2台壊しますからね、同じ日に。それ注意しましょう。これが綺麗になりますんでね。もともとの既存の配線があったところに通してるだけなんだけどね。ほら、こんなに余る。いや、これ、ちょっと長いなと思ってたんだよな。で、ここに通してあげるんだけど、今から嫌な予感してるんですよ。後ろがね、すごい狭くない？狭いっていうか、ね、あれ、エアコンのダクトのとこすごい幅取ってるよね。センサー怪しいな。気を取り直して、車速はね、このナビのところ、純正ナビのところから取ってあげます。運転席の下側にもあるらしいんですけど、マルチユニットからついてたね、ここを使ってあげます。運転席の下入るのね、ちょっときついんでね、手間なんで、そこから取ってあげます。
でいろいろのね、その他諸々の配線つないでいくんですけど、ここにもコネクタかませるんです。でもこのコネクタはアクセサリーとかイルミ、バッテリーぐらいしかないんだよね。なのにあんなでかいのあるんだよ。さあどうなるんでしょう。見て、配線の量。あんなに丁寧にやったのに、あんなに時間かけたのに、いつも通りの配線の量です。なので皆さん、ナビは丁寧にやったところで、時間かけたところで、そんなこんもりはなくなりません。そりゃそうだよね。ほんと狭くて入んなかったんです。一回取り忘れしてたんですけどね、もう入らなくて、もうコネクタをギューって曲げて、でこっちの配線もすっごいまとめてぎゅうぎゅうでした。いつもながらにぎゅうぎゅう、丁寧にやった意味なし。しかも見て、アンテナ線逆に通してた。メスメスだった。マジかよと思って。丁寧にやったけどね、配線はやっぱりナビの裏は狭いです。その他の配線はね、すごく綺麗にまとまってるんですけどね、ここはね狭いです。そしてこのコネクタ邪魔なんです。結果的に使ってるのは4本しか線が出てないんですよ。これにも引っかかってはまらないんですよ。このエアコンユニットが引っかかるんです。なのでこれもね切っちゃいました。それぐらい狭かったです。もうねがっかりしたなこの時。あんだけ時間かけたのに。3日か4日、賞味3日か4日だね。ナビの取り付けに3日か4日かけたのに。なのでね、がっかりっていうかもう必死になってね取るの忘れました。押し込んでます。皆さん、狭いね車でナビ配線の狭い車種やったことある人は分かると思います。ぎゅうぎゅうに押しましたよね。あれをやりました。気取り直してフロントカメラもねつけたんで、ちょっと見てみましょう。でね、フロントカメラをねもう懲りもせずリアと同じやつにしました。これ一番スマートにつくなと思ったし、グリルとかねエアロにつけるのもなんか嫌だなと思ったんで、なのでまたこのナンバーミラーつったっけ、さっきミラーじゃねえね、これナンバーにつけるやつなので、今回はね削ります。コネクタを削ります。そうするとね入るんだよね。コネクタがねちょっとねやっぱりでかいんで、このナットのところに入っていかないんだよね。ナンバー隠してますけど、ナンバーってみんな隠す意味あんのかな。みんな隠してるけどな。別にいいんだけどね。でね、ここ両面テープ裏についてるんで、それでつけてあげて、あとはねナンバーごと回します。こうしないとフレームに当たるんだよね、カメラがでかすぎて。でね、実はこれ難なくやってますけど、1個壊してますから、カメラ。これある程度のとこで止めておいた方がいいです。後ろのねカメラのボルト折りました。これ2個目でね、引き込みはここから引き込んでます。ゴムのグロメットのとこがあるんでね、そこ突き破って通してあげます。こういうねボンネットとか配線通すときはやっぱりグロメット内通した方がいいです。直接ねボディに当たらないようにしてください。でね、カメラのチェックしてみましょう。
いいねと思ったけど、皆さん気づくかな、めっちゃ下向いてんの。これフロントカメラの意味ねえじゃんと思って、めっちゃ下向いてます。車の前30センチぐらいしか映ってない。マジでと思って、まあそうだよね。そりゃそうだよね。あれバックカメラ用だもんな、角度的に。まあ仕方ないよね。これで調整できんのかなって思っていろいろやってんだけど、できるわけもなく、もうね疲れたんでね、もう諦めます。もうあれはね、フロントカメラとは言いません。あれマジ下しか見えてないからね、シャコタンカメラだよ。この後ね走行動画ちょっと見るんですけどね、ちょっと見てみてください。フロントカメラの意味出してませんから。ほら超真下、マンホール段差でしょ。ほらシャコタンにはねいいね、これね、やっぱシャコタンにはいい。ほら段差とか気をつけるから、これしか見えない。段差とかなかったらただのアスファルト映ってるだけだからね。これほらねえじゃん、マジで意味ねえじゃんと思って。まあいいや、もう疲れたから。まあね、これでねエアロをこうね縁石で傷つけることもないでしょう。シャコタンカメラですからいや意味ねえなあれ。でね、本日の作業、本日っていうかシリーズ化しちゃったけど、時間かけたんでね、結果丁寧にやってもナビ裏の配線のこんもりはなくなりませんから、今それなりに丁寧にやった方がいいです。時間かけなくてもね。しかもね、このフィルムアンテナ上につけたじゃないですか。ここじゃ電波拾いません。ここじゃないと GPS 拾わないです。あそこ紫外線カットになってるのかな、多分それ系の関係でフィルムアンテナだと上だと拾わないっていうね。そしてシャコタンカメラ、疲れた。丁寧にやってもね皆さん変わりませんから。エアバッグついてんな。そこそこに丁寧にやって、でやっぱ狭いもんは狭いですからね、それぐらいでいいと思いますよ。であとおまけなんですけど、ここを使えなかったんですよ。このロック鍵がねどうやら合わないみたいで、ここもついでに直しときました。直しといたっていうかシリンダーを削ったんだけどね、これは動画に載せれねえなと思って載せてないですけど、分かる人は分かると思うんですけどね、シリンダーのあれをね鍵をちょっと削ってあげました。なんでこれだけ鍵違うんだろう、ちょっと不思議に思ってね、ずっと使えなかったんですけどね。使わねえけどね、ここも直してたってことで本日の動画これにて終了です。シリーズ化でね長々やってしまいました。意味もないナビを3回4回連続やっちゃいました。無駄に丁寧にやってみたけど皆さん配線のこんもりはなくなりません。ある程度丁寧にやってね、で配線のこんもりは諦めましょう。ぎゅうぎゅうに押し込めるしかないですから、そこはね。広いね、ナビ裏が広い車だとね楽なんでしょうけど、狭い車は大変ですっていうことです。本日もねご視聴ありがとうございました。長々シリーズ化やっちゃいましたけど、見てくれてありがとうございます。よろしかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。